はい、ということで皆さん改めまして天音理香です。おはようございます。はい、向こう側に見えてるのが、清水寺の三重塔ですね。そのこっち側にさっきの、清水の舞台があって、そこのですねさらにこっち側の奥の方に、音羽の滝ですね、不動明王様が祀られています。さっき、ちょっとね風景を撮影した後に本堂の中に入らせていただいて、でそこにたくさんの仏像が置いてあるんですけれども、ご本尊は多分、そこにあったのは千手観音様ですね。そこで少しだけ座らせていただいて、瞑想というかお祈りをさせていただいたんですけれども、そこでね自分自身が感じたことっていうのは、何でしょう、例えば、自分自身がこうなんていうの、この大自然の中で生かされているとか、守られているとか、そういった感覚についてっていうのをちょっと、感じたりしてたんですけど、というのは今日朝から出てきているので、自然の感覚とかね、人のいない雰囲気とか、そういったもの、その世界との調和みたいなものをすごく、深く感じることができていて、で自分自身はね、なんで例えば孤独感みたいなものとか寂しさとか分離感みたいなものを感じてるんだろうなっていうところをちょっと意識してみました。というのはですね、昨日まで、奥平亜美さんっていうですね作家さんいるんですけれども、その方のねちょっと知り合いなのでリトリートに参加させていただいていて、といってもゲスト出演とかじゃなくて自ら参加者として、人のねリトリートに久しぶりに参加したらどんな感じなのかなとか思って、で亜美さんにね会いたかったっていうのもあって参加させていただいたんですが、そこに一参加者として、いつもは主催者なんだけど参加した時にいろんな方たちのねお話を聞く機会っていうのがありました。私が答えないでっていう状態なんですけど、その中で私がすごい最終的にね一番感じたことっていうのは、すごくみんな何でしょう、個人というものに埋没してしまっていて、その俯瞰的に全体像を見るっていう意識の状態になくて、でそれが苦しみっていうものを生んでるんだなみたいなことも感じました。だからみんななんかねすごく守られている感覚がしないというか、全てが調和してうまくいっているっていう感覚っていうのを、持ててない。だからこそ不安であり、自分がどうなるのかわからないし、外にいろいろな出来事が起きてくるとそれに対してどうしたらいいんですかっていう質問の形態になってしまうっていうことですね。で、どうしたらいいのかっていうお話なんですけれども、実はそこにどうしたらいいっていう正解ってあるようでなくって、なんだろうな、外に対して何かを影響を及ぼすっていうことはもちろんねできるんですけれども、物理的に、けれどもそれが本当の意味でその起きている出来事に対して、向かい合うという結果になっているかっていうと多分そうじゃなくて、結局なんていうのかな、私たちはこの世界に生まれてきてる理由っていうのは、結局は自分自身の魂を磨きたいっていうことが多分第一義だと思いますので、そこに対しての現実だから、自分が何かに気づくためとか、それをテーマとしてクリアしていくために起こっている出来事であったり、自分の中に未消化の問題っていうのがあって、それを何か外の、出来事とか景色、人との関係性とかそういったものを通して、体験していくことであったり気づいていくことっていうことが、そのいろんな出来事が起きてくる根本原因っていうことになると思うんですよね。だから結局相手を変えようっていうことじゃなくて、その出来事に対して私は何を知る必要があるのかとか、何を感じているのかとか、
そういったことを、気づいていって、内観していって、外を変えようとするのではなく、自分自身の自分自身を変えるっていうのとはちょっと違うと思うんだけど、私は、自分自身の内なる思いとか、本当に自分自身を知っていくっていうか、自己覚知っていう言い方をしますけれども、良くも悪くも、自分というものを確認していくための手段っていうのが、外の世界なんじゃないのかなっていうふうに思っています。そこでさっきね、あそこの本堂の中で、瞑想していた時に感じたのは、今までの私たちの、教えられていたこととか感覚っていうのは、その神というものとかね、根源とか宇宙とか、その絶対的なものと、自分っていう存在をこう分けたものとして考えていて、例えば空海さんの作った、曼荼羅なんかもそうなんだけど、真ん中にこう一番ね大切な大日如来っていうのがいて、その周りにこう派生していく存在みたいな、そういう描き方。そうすると神様のこういろんな如来とか菩薩とか天部の方々とかいろいろいるんだけど、そこからもっと外にいるのが私たち人間みたいな感じで、その根本というところからすごく距離感を感じるっていうような意識の状態っていうのが多分あるんだなっていうふうに感じました。で、それの弊害っていうのは私は真ん中に包まれていないっていうことなんだなと思ったんですよね。でもそれって多分違って、その生かされているっていうことは、多分そういった大いなる意識や、この世界を形作ってる神というかグレートスピリットとかいろんな言い方ありますけれども、その根本原理みたいなものが大元に、あって、こうあって、でその中にこう逆だと思うんですよ。その曼荼羅の描き方を逆に考える、大日如来、大いなる全てっていうものがあって、そこの中に、例えばその仏教のそのなんか順位みたいなところで言うと、如来、菩薩で天部みたいな感じで、天部の方々っていうのはすごく、現世的に私たちをこう守っている、すごく宇宙的な意識からだんだんこう現実世界に降りてきて、で私たちの周りにいる。だからそれは私たちが外れたことをすれば怒られますよみたいな、罰せられますよみたいな概念になってしまうんだけど、そうじゃなくって、そういった形で私たちは実際には守られてるんだなっていう感覚がすごくしました。で、なんでそういうふうに感じられたのかというと、やっぱりその本殿の中に千手観音様がいて、その中にですね、清水寺ってすごいたくさんの、仏像が置かれてるんですよ。で、それ昨日一昨日とか、京都とかね回っていると、他の仏像さんたちを見る機会もあるんですが、その、根本となる、仏像さんの周りにこう守りでね、例えば四天王がいたりとかで、その一番外のところにはいわゆる仁王様が外の門を守っていたりとかしてるんですけど、あれはだから私たちと違う世界って捉えてしまうと、私たちは、主情の方に入ってしまうので、そういった神々と関係ない状態って感じるんだけど、そういうことじゃなくて、逆に考えるとその中の一部でもあるっていうことなんですね。すると逆にね、その四天王は私たちを守ってくれている存在でもあり、魂としてね、道から外れないように、導いてくれる存在っていうこともできるわけです。というふうに考えると、結果的には私たちは、この大宇宙っていうものに守られている存在であり、そこに対して安心していけばいいんだなっていうのが、私が今感じたことです。なので、さっきの最初の話と合わせていくと、結局のところ何が起こっても多分大丈夫なんですよ。で、その起こる出来事っていうのは、私が自分自身を知るために起こっていく、この地上の、短い人生の中で何かをこう知って、目覚めていくために必要な出来事っていうのが、余さずね、あまねく、与えられているっていう発想になると、その中で安心して、そういった
出来事や体験っていうのをしていけばなんとかなるんだなみたいな、そういう気持ちになります。だからそういったその安心の中でする体験と、分立しているっていう不安の中でする体験の質っていうのはやっぱり違うと思うので、その辺のところをね、なんでしょう、自分の中でもしっかりと捉えて、それを、考え方が逆になっていくので、今までとは。そういった考え方っていうのを、皆さんにもねお伝えしていけたらいいなっていうふうに思ったりもしています。はい、ということでですね、清水から、チャネリングをしていきたいと思います。De matbouwstrand etek shibatan etek shiband borken de ebikiti motbrand bokol shbekidi なんか自分自身に対しての価値観っていうものをどうして人間は持つんでしょうかっていうふうに言っています。でマコシベキディこの価値観っていうのは実はどこから来るのかというと、外の世界と自分っていうものは全く違った存在だっていうすごい比較とか分離とかそういった世界から来てるんだっていうことに気づいていく必要があります。その分離の感覚とか自分っていう存在は外の世界とは違うものなんだっていう感覚自体が、実は皆さんを苦しめてる大きな根本原因ですよっていうふうに言っています。私たちがこうして生きている、生まれている、命というものを持っている、もしくは生かされているっていう状態はなぜ起こっているのかというと、その根本原理である大元の源自体が、一なる意識がいろいろな体験をしつつ自分というものを知りたいという、基本原理に基づいてるんですよって言っています。なので、神というものがねわざわざあなたに大変なことをもたらしているのではなく、その大変な出来事を通して、その根本が何かを知っていきたい、そういったところっていうのが大元のところにはある。そしてそれは痛いとかね苦しいとかいったものもやっぱり入ってくるんだけれども、その役割を、あなた自身が引き受けていくことによってその大元である、源の方はそういった情報をねしっかりとフィードバックして、さらに自分を高めていくっていうことができるんですよって言っています。それは根本の方も成長していくし、私たち個人の方もあまねく成長していくことができるので、その大なるものと小なるものとの関係性において当然のごとく起こっているものだということを知る必要があります。これが私たちが今日あなたたちに伝えることですよって言っています。何か質問がありますかって、質問あればコメント欄に書いてくださいねって。こういった考え方っていうのは普通の考え方とはちょっと違ってくるのでよく理解できないかもしれませんが、そのよく理解できないことっていうことの中にあなたの成長する要素っていうのがすごくたくさん含まれているんだっていうことも思い出していきましょう。これがね今日の私たちからのメッセージですっていうことです。はい、ということで京都はですねすごい、今ですね人がコロナの時に比べたらめちゃめちゃ増えていて結構ね外国の方々多いです。そうね、私は異文化交流がとっても好きなのですごくいいなと思う反面静かだったコロナ時代がこういうとこ来るとね懐かしいなみたいな感じで思ったりもしますけれども、時代は動いていますので、それをね楽しみつつ、今日も一日過ごしたいと思います。今日は外国の方と、お会いするという、お仕事もあるんですけれども、そこからですね友人たちと、事務局の人たちとかね、私をサポートしてくれる人たちとかに会ってまた、うちのですねスターシードプロジェクトをどんなプロジェクトにしていくかっていう話もしていきたいというふうに思います。で、今ね清水寺に一人で来てるかというとそうではなくうちの息子くんと一緒に来たんですが彼はですね、もっとたくさんのものを見たいもう若者ですねということで、一人また駆け足で、
旅立っていきました。昨日はね3万歩歩いたとか言って足が痛いとか言ってましたけれども、いろんな体験をさせたいと思って祇園に食事に連れて行ったりしてね、20代では、できないような体験をさせてあげるのも親の役目かなと思いつつ、そんなこともしています。はい、ということで今日もこれで、終了したいと思います。いつもありがとうございます。いろんなイベント等をやってます。そしてライトランゲージカードも、好評です。ファシリテーター講座っていうのをですね、リトリート形式にして2泊3日で、皆さんにお会いして、このライトランゲージカードの体験会とかね、私が、テキスト作りますのでそれを教えていただく人たちっていうのも、募集していくっていうことをしていきたいというふうに思っています。で6月には Zoom でレイアウト講座っていうのがありますので、世界中どこにいてもその講座を受けられますのでぜひ受けてみてください。そしてその後7月ね、私の仲間になりたい人はぜひリトリートに参加してみてください。はい、ということで今日はこれで終了したいと思います。天音理香が、京都清水寺からお届けしました。今日もありがとうございます。いい時間をお過ごしください。どうもありがとうございました。またね。